椅子がつくと、ひとしきりホテルの主人たちが、その座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして、物音一ついたしません。多分部屋には誰もいないのでしょう。でも、到着早々、椅子から出ることなど、とても恐ろしくてできるものではありません。私は非常に長い間、少しの物音も聞き漏らすまいと、全神経を耳に集めて、じっと辺りの様子を伺っておりました。そうしてしばらくしますと、多分廊下の方からでしょう。コツコツと重苦しい足音が響いてきました。それが2、3軒向こうまで近づくと、部屋に敷かれた絨毯のためにほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが、間もなく荒々しい男の鼻息が聞こえ、はっと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちて、ふかふかと2、3度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な臀部とは、薄いなめし革一枚を隔てて、温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩は、ちょうど私の胸のところへもたれかかり、重い両手は皮を隔てて、私の手と重なり合っています。そして男がシガをくゆらしているのでしょう。男性的な豊かな香りが皮の隙間を通して漂ってまいります。奥様、仮にあなたが私の位置にあるものとして、その場の様子を想像してごらんなさいませ。それはまあ、なんという不思議千万な情景でございましょう。私はもうあまりの恐ろしさに、椅子の中の暗闇で固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら、思考力も何も失ってしまって、ただもうぼんやりしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日、私の膝の上にはいろいろな人が入り代わり立ち代わり腰を下ろしました。そして誰も私がそこにいることを、彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが、実は私という人間の血の通った太ももであるということを少しも悟らなかったのでございます。真っ暗で身動きもできない川張りの中の天地。それがまあどれほど怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは人間というものが日頃目で見ているあの人間とは全然別な不思議な生き物として感じられます。彼らは声と鼻息と足音と絹ずれの音と、そしていくつかの丸々とした弾力に富む肉塊に過ぎないのでございます。私は彼らの一人一人をその要望の代わりに肌触りによって識別することができます。あるものはデブデブと肥え太って腐った魚のような感触を与えます。それとは正反対に、あるものはこちこちに痩せ干からびて骸骨のような感じがいたします。その他背骨の曲がり方、肩甲骨の開き具合、腕の長さ、太ももの太さ、あるいは尾てい骨の長短など、それらのすべての点を総合してみますと、どんなに通った背格好の人でもどこか違ったところがあります。人間というものは要望や指紋の他に、こうした体全体の感触によっても完全に識別することができるに相違ありません。
異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として要望の美醜によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と小羽と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにあからさまな私の記述にどうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで一人の女性の肉体に激しい愛着を覚えたのでございます。声によって想像すれば、それはまだ裏若い異国の乙女でございました。ちょうどその時、部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で、小声で不思議な歌を歌いながら、踊るような足取りでそこへ入ってまいりました。そして私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うと、いきなり豊満な、それでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げつけました。しかも彼女は何がおかしいのか、突然あはあは笑い出し、手足をバタバタさせて、網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。それからほとんど半時間ばかりも、彼女は私の膝の上で時々歌を歌いながら、その歌に調子を合わせでもするように、くねくねと重い体を動かしておりました。これは実に私にとっては、まるで予期しなかった驚天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いや、むしろ怖いものとして、顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が今、身も知らぬ異国の乙女と同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄いなめし川一重を隔てて、肌のぬくみを感じるほども密接しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく、全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気安さに勝手気ままな死体をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。川の後ろからその豊かな首筋に接吻することもできます。その他どんなことをしようと自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもうその不思議な感触の世界に枠できしてしまったのでございます。私は考えました。これこそ、この椅子の中の世界こそ、私に与えられた本当の住処ではないかと。私のような醜い、そして気の弱い男は、明るい巧妙の世界ではいつも引け目を感じながら、恥ずかしい惨めな生活を続けていくほかに、脳のない体でございます。それがひとたび住む世界を変えて、こうして椅子の中で窮屈な辛抱をしていさえすれば、明るい世界では口を聞くことはもちろん、そばへ寄ることさえ許されなかった美しい人に接近して、その声を聞き、肌に触れることもできるのでございます。椅子の中の恋、それがまあどんなに不可思議な陶酔的な魅力を持つか、実際に椅子の中へ入ってみた人でなくてはわかるものではありません。それはただ触覚と聴覚と、そしてわずかの
嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみれば、この世界の人目につかぬ隅々では、どのように異形な恐ろしい事柄が行われているか、本当に想像のほかでございます。無論、初めの予定では、盗みの目的を果たしさえすれば、すぐにもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが、世にも奇怪な喜びに夢中になった私は、逃げ出すどころか、いつまでも、椅子の中を永住の住処にして、その生活を続けていたのでございます。夜な夜なの外出には、注意に注意を加えて、少しも物音を立てず、また人目に触れないようにしていましたので、当然危険はありませんでしたが、それにしても数ヶ月という長い月日をそうして少しも見つからず、椅子の中に暮らしていたというのは、我ながら実に驚くべきことでございました。ほとんど二六時中、椅子の中の窮屈な場所で腕を曲げ、膝を折っているために、体中がしびれたようになって、完全に直立することができず、しまいには料理場や化粧室への往復をいざりのように這っていったほどでございます。私という男は何という気違いでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも、不思議な感触の世界を見捨てる気になれなかったのでございます。中には1ヶ月も2ヶ月もそこを住まいのようにして泊まり続けている人もありましたけれど、元来ホテルのことですから絶えず客の出入りがあります。したがって私の奇怪な恋も時とともに相手が変わってゆくのをどうすることもできませんでした。そしてその数々の不思議な恋人の記憶は、普通の場合のようにその要望によってではなく、主として体の格好によって私の心に刻みつけられているのでございます。ある者は子馬のように精悍で、すらりと引き締まった肉体を持ち、ある者は蛇のように妖艶で、くねくねと自在に動く肉体を持ち、ある者はゴムまりのように肥え太って、脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またある者はギリシャの彫刻のようにがっしりと力強く、円満に発達した肉体を持っておりました。その他、どの女の肉体にも一人一人それぞれの特徴があり、魅力があったのでございます。そうして女から女へと移っていく間に、私はまたそれとは別な不思議な経験をも味わいました。その一つは、ある時、欧州のある教国の大使が、その偉大な体育を私の膝の上に乗せたことでございます。それは政治家としてよりも、世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で2、3人の同国人を相手に10分ばかり話をすると、そのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチャーをするたびにむくむくと動く、常人よりも温かいかと思われる肉体のくすぐるような感触が
私に一種名状すべからざる刺激を与えたのでございます。その時、私はふとこんなことを想像しました。もし、この川の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけてぐさりと一突きしたなら、どんな結果を引き起こすであろう。無論、それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を与えるに相違ない。彼の本国はもとより、日本の政治界はそのためにどんな大騒ぎを演じることであろう。新聞はどんな劇場的な記事を掲げることであろう。それは日本とかの本国との外交関係にも大きな影響を与えようし、また芸術の立場から見ても、彼の死は世界の一大損失に相違ない。そんな大事件が自分の一挙手によってやすやすと実現できるのだ。それを思うと、私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。もう一つは、有名なある国のダンサーが来庁したとき、偶然彼女がそのホテルに宿泊して、たった一度ではありましたが、私の椅子に腰掛けたことでございます。その時も私は大使の場合と似た感銘を受けましたが、その上、彼女は私に、かつて経験したことのない理想的な肉体美の感触を与えてくれました。私はそのあまりの美しさに、卑しい考えなどは起こす暇もなく、ただもう、芸術品に対する時のような、敬虔な気持ちで、彼女を賛美したことでございます。その他、私はまだいろいろと珍しい、不思議な、あるいは気味悪い数々の経験をいたしましたが、それらをここに採除することは、この手紙の目的でありませんし、それにだいぶ長くなりましたから、急いで肝心の点にお話を進めることにいたしましょう。さて、私がホテルへ参りましてから何ヶ月かの後、私の身の上に一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、あと居抜きのまま、ある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると日本人の会社は、従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として有利な経営を目論むことになりました。そのために不要になった調度などは、ある大きな家具商に委託して競売せしめたのでありますが、その競売目録のうちに私の椅子も加わっていたのでございます。私はそれを知ると、一時はがっかりいたしました。そしてそれを機として、もう一度シャバへ立ち返り、新しい生活を始めようかと思ったほどでございます。その自分には盗みためた金が相当の額に上っていましたから、たとえ世の中へ出ても、以前のように惨めな暮らしをすることはないのでした。が、また思い返してみますと、外人のホテルを出たということは、一方においては大きな失望でありましたけれど、他方においては一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは、私は数ヶ月の間もそれほどいろいろの異性を愛したにもかかわらず、相手がすべて異国人であったために、それがどんな立派な好ましい肉体の持ち主であっても、精神的に妙な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。
やっぱり日本人は同じ日本人に対してでなければ本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだんそんな風に考えていたのでございます。そこへちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度はひょっとすると日本人に買い取られるかもしれない。そして日本人の家庭に置かれるかもしれない。それが私の新しい希望でございました。私はともかくももう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。道具屋の店先で2、3日の間非常に苦しい思いをしましたが、でも競売が始まると幸せなことには私の椅子は早速買い手がつきました。古くなっても十分人目を引くほど立派な椅子だったからでございましょう。買い手は Y 市からほど遠からぬ大都会に住んでいたある管理でありました。道具屋の店先からその人の屋敷まで何里かの道を非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には、私は椅子の中で死ぬほどの苦しみをなめましたが、でもそんなことは買い手が私の望み通り日本人であったという喜びに比べてはものの数でもございません。買い手のお役人はかなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子はそこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎は主人よりはむしろその家の若く美しい婦人が使用されるものだったのでございます。それ以来約1ヶ月の間、私は絶えず婦人と共におりました。婦人の食事と就寝の時間を除いては、婦人のしなやかな体はいつも私の上にありました。それというのが、婦人はその間、書斎に詰め切って、ある著作に没頭していられたからでございます。私がどんなに彼女を愛したか、それはここにくだくだしく申し上げるまでもありますまい。彼女は私の初めて接した日本人で、しかも十分美しい肉体の持ち主でありました。私はそこに初めて本当の恋を感じました。それに比べてはホテルでの数多い経験などは決して恋と名付くべきものではございません。その証拠にはこれまで一度もそんなことを感じなかったのに、その婦人に対してだけ私はただ秘密の愛撫を楽しむのみでは飽き足らず、どうかして私の存在を知らせようといろいろ苦心したのでも明らかでございましょう。私はできるならば婦人の方でも椅子の中の私を意識してほしかったのでございます。そして虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でもそれをどうして合図いたしましょう。もしそこに人間が隠れているということをあからさまに知らせたなら、彼女はきっと驚きのあまり主人や召使いたちにそのことを告げるに相違ありません。それではすべてがダメになってしまうばかりか、私は恐ろしい罪名を着て法律上の刑罰をさえ受けなければなりません。そこで私はせめて婦人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女はきっと常人以上の微妙な感覚を備えているに相違ありません。もしも彼女が
私の椅子に生命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく、一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時には、できるだけふんわりと優しく受けるように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分には、わからぬほどにそろそろと膝を動かして、彼女の体の位置を変えるようにいたしました。そして彼女がうとうとと居眠りを始めるような場合には、私はごくごくかすかに膝をゆすって、洋蘭の役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか、近頃では夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます。彼女はちょうど赤ん坊が母親の懐に抱かれる時のような、または乙女が恋人の抱擁に応じる時のような甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で体を動かす様子までがさも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには、ああ、奥様、ついには私は身の程もわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目、私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論とっくにお悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ。実はあなたなのでございます。あなたのご主人があのY氏の道具店で私の椅子をお買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様、一生のお願いでございます。たった一度、私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そして一言でも、この哀れな醜い男に慰めのお言葉をおかけくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上望むものではありません。そんなことを望むにはあまりに醜く汚れ果てた私でございます。どうぞどうぞ、世にも不幸な男の切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は昨夜この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはとてもできないことでございます。そして今、あなたがこの手紙をお読みなさる自分には、私は心配のために青い顔をしてお屋敷の周りをうろつき回っております。もしこの世にもぶしつけなお願いをお聞き届けくださいますなら、どうか書斎の窓のなでしこの鉢植えにあなたのハンカチをおかけくださいまし。それを合図に私は何気なき一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙はある熱烈な祈りの言葉をもって結ばれていた。よし子は
手紙の中ほどまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、2本立ての居間の方へ来ていた。手紙の後の方はいっそ読まないで破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに今の小机の上でともかくも読み続けた。彼女の予感はやっぱり当たっていた。これはまあ、なんという恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていたあの肘掛け椅子の中には、見も知らぬ一人の男が入っていたのであるか。ああ、気味の悪い。彼女は背中から冷水を浴びせられたような悪感を覚えた。そしていつまで経っても不思議な身震いがやまなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまって、これをどう処置すべきか、まるで見当がつかぬのであった。椅子を調べてみる。どうしてそんな気味の悪いことができるものか。そこにはたとえもう人間がいなくても、食物、その他の彼に付随した汚いものがまだ残されているにそういないのだ。奥様、お手紙でございます。はっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると、彼女は思わずその手紙を取り落としたほどもひどい驚きに打たれた。そこにはさっきの不気味な手紙と寸分たがわぬ筆癖を持って彼女の名当てが書かれてあったのだ。彼女は長い間それを開封しようかしまいかと迷っていたが、とうとう最後にそれを破ってビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女をもう一度ハッとさせたような奇妙な文言が記されていた。突然お手紙を差し上げますぶしつけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別風お送りいたしましたのは私の拙い創作でございます。ご一覧の上ご批評がいただけますれば、この上の幸いはございません。ある理由のために原稿の方はこの手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと拝察いたします。いかがでございましたでしょうか。もし拙作がいくらかでも先生に感銘を与えたとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが、原稿にはわざと省いておきましたが、表題は人間椅子とつけたい考えでございます。では失礼を顧みずお願いまで。そうそう。